チーズ入りソースがもうデローンと広がって、卵料理などにかけたりとに入れておけば消費期限から2日くらいは伸びます。ミスジステーキも柔らかくなってます。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。ボローニャソーセージピザ新商品です。1780円から200円オフでした。まずピザクラストなんですけれども、サイズはいつも通りの36センチと巨大です。ただいつもとね違うような変わったような気がするのは私だけでしょうか。たまにね生地が全粒粉だったりとか違ったりしますよね。今回のはいつもより形がいびつで手作り感がものすごくありますし、色白で食感ももちっとしています。硬さにもムラがあってソースが浸透している部分は柔らかいんですけれども、もう部分的に噛むのが大変なところもあります。ボローニャソーセージの直径は10センチです。厚さは2ミリくらいです。粗挽き豚肉に塩やスパイスを加えてスモークしたコストコ特製ボローニャソーセージ、アルフレッドソースをベースにキノコが香る美味しさをどうぞとポップには書いてあります。アルフレッドソースとはたっぷりのバターとパルメザンチーズを使ったパスタ料理のソースの一種で、アメリカでは定番の味付けだそうです。コストコの惣菜でショートパスタによく使われていますね。丸のままでは焼けないのでソーセージの枚数分に7つに切り分けました。なのでちょっとね1個が大きかったですね。キノコやオニオンの量にムラがありますけれども、そこは、適当にならします。200度に予熱したオーブンで15分焼きました。チーズ入りソースがもうデローンと広がって、もうグラタンみたいになっちゃってますね。この角度では分かりづらいですけれども、チーズがすごく伸びます。もうこのとろけた感じが食欲をそそりますよね。木工用ボンドを使ったかと思うぐらいチーズが伸びます。熱々のうちにと食べてみましたが美味しいです。私は好きな味です。でもしつこいお味というか、もうねこの年齢ともなるともう食べ疲れる味ですね。1枚が大きいのでもういいやって感じです。家族の評価はいまいちでした。ひよこ豆のレトルトカレーです。新商品です。中辛って書いてありますね。オンラインでも販売されていますけれども300円お安いです。たっぷりのひよこ豆をトマト、玉ねぎ、青唐辛子と濃厚なスパイシーソースで煮込んだインドの伝統料理。本場のインドスパイスを調和の取れたバランスで配合。美味しくてヘルシーなベジタリアンカレーです。285g が8袋入り。1袋は2人前入りなので16人前ってことになりますね。賞味期限は来年の3月です。袋はレンジ対応です。立ててから上部に切り込みを入れて600ワットで2分半チンします。膨らんでくるので倒れないかとヒヤヒヤしました。熱いのでやけどに注意ですね。お皿に取り出します。2人分にしては少ない気がします。1人分にしては多いので、ただうちの主人にとっては1人分です。辛めの中辛といった感じです。特に癖はなく意外なミルキー感があります。お肉が入っていない分あっさりしていますが、スパイスのパンチも効いていてとても美味しいです。大きいひよこ豆がゴロゴロ入っているので、辛いのが得意であれば炭水化物なしでも OK な感じです。私はね炭水化物必要です。ご飯ともパンとも相性はいいです。卵料理などにかけたりとカレーソースとしても使えます。こちらは遅めの朝食というか早めの昼食というかブランチですね。モッツァレラと舞茸のスクランブルエッグにひよこ豆のカレー、トマトとコールスロー、ベーグルとディナーロール、フルーツヨーグルトです。宮崎県産の生き締め黒背ぶりが運よく安く手に入りました。お刺身 OK とのことですが、家族がね生を嫌うので
照り焼き用の下味をつけてチルド保存です。5枚は韓国風照り焼き用の調味料に漬け込んでおきました。合わせ調味料は長ネギのみじん切り、赤味噌、砂糖、酒、みりん、醤油、おろし生姜、鷹の爪です。漬け込んで氷温チルドに入れておけば消費期限から2日くらいは伸びます。もちろん冷凍も OK です。その分味は落ちちゃいますけれどもね。食べたい時に焼くだけです。ちょっと焼きすぎましたけれどもピリ辛で美味しかったです。この日のメニューはブリの韓国風照り焼きと雑穀ご飯としじみの味噌汁とうの花と大根の煮物です。残りの4枚はプレスンシールで包んでからジップバッグに入れて冷凍しました。この日は USA ビーフミスジステーキも 100g298 円が228円になっててお得に購入できました。4枚はプレスンシールで包んでからジップバッグに入れて冷凍します。ミスジステーキの焼き方は以前ご紹介していますので概要欄のリンクからご覧ください。残りの2枚は切ってからシチューにします。カットしたお肉にクレイジーソルトを振ります。お肉の全面に焼き目をつけます。お肉と玉ねぎの半量を圧力鍋に入れます。ワインと水も入れて5分加圧します。このフィスラーの圧力鍋もコストコ購入品です。圧が下がったらマギーブイヨンとトマトソースを入れます。デミグラスソースがなかったのでトマトソースを使いました。残りの玉ねぎと人参とじゃがいもを入れて3分加圧します。圧が下がってから冷凍しておいたマッシュルームやブロッコリーなどを入れます。再び沸いてきたらバター、ウスターソース、砂糖や醤油などで味を整えます。ここはお好きに味を見ながら整えてください。少し煮詰めた方が美味しくなります。晩ご飯の出来上がりです。お得に買えたディナーロールも添えてます。胡椒は食べる直前に好みでかけます。圧力鍋を使ったのでミスジステーキも柔らかくなってます。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。